はいどうも、ベイメットチャンネルです。本日は、新レアベワルキューレボルトのブレード性能とメタル製のロックチップによる性能への影響を100回戦で徹底検証していく。検証方法はこのチャンネルではおなじみのボールカスタムによる1秒あたりの弾き回数による攻撃力測定、スピンフィニッシュまでにかかった時間による持久力測定に加え、シルバーウルフのヘキサカスタムに対する攻撃性能を通常のロックチップとワルキューレのメタル製ロックチップでそれぞれ25戦ずつ合計100回戦で徹底検証していく。まずは各パーツの重量について。メインブレードボルトの平均重量は 31.07g、 ブラストブレイブに次ぐ3位の重さでメインブレードの中では比較的重たい部類となっている。しかし環境入りしたブラストと比べると 1.5g 以上軽いため、弾き性能などステータスで差別化していきたいところだ。次にロックチップワルキューレの平均重量は驚異の 5.62g で、通常のロックチップの平均重量 1.73g と比べると 4g 近く重たくなっている。以前のゴーストサークルの検証で重さは弾かれやすさに影響していることが判明したので、 4g 近く重量を上げることができるのはメリットだろう。今回も重さによる弾かれやすさについて比較検証を行っていく。通常の弾き性能測定ではどちらが弾かれてもノック数としてカウントしているが、今回はボルトが弾かれた回数もノックバック数として集計し、通常のロックチップよりも重たいワルキューレの方がノックバック率が低いのかを検証していく。シルバーウルフヘキサとの検証では相手を大きく弾いた回数をインパクト数としてカウントしているが、今回はノック数とノックバック数も集計し、こちらもノックバック率を計算していく。しかし重量アップで弾かれづらくなったとしても、もともと高重心のカスタムラインがさらに高重心となることで持久力に悪影響が出ないかについても注目だ。では最初にワルキューレボルトジャギーでブレードの基本性能を検証していく。25戦やってみた結果、ワルキューレボルトのトータル弾き回数は76回、ノックバック回数は57回、平均スピンタイムは 31.45 秒という結果となった。続いてはシルバーウルフヘキサに対する攻撃性能をローラッシュカスタムで検証していく。25戦やってみた結果、ワルキューレボルトのインパクト数は83回、ノックバック数は47回、平均スピンタイムは 15.25 秒という結果となった。続いてはワルキューレのメタル製のロックチップがブレード性能にどれくらい影響していたのか検証するため、ドランのロックチップで同じ検証を行っていく。
果、ドランボルトのトータル弾き回数は98回、ノックバック数は70回、平均スピンタイムは 37.26 秒という結果となった。続いてはシルバーウルフヘキサに対する攻撃性能をドランボルトのローラッシュカスタムで検証していく。25戦やってみた結果、ドランボルトのインパクト数は73回、ノックバック数は57回、平均スピンタイムは17秒という結果となった。それでは100戦やってみた結果をまとめていく。ワリキューレボルトのブレード性能は攻撃力 85.6、持久力 36.5、防御力 32.5 ということで、公式の発表通り純粋なアタックタイプということが判明した。まず攻撃力については、ドランバスター、シャークウェッジ、ホエールウェーブに次ぐ4位ということで、トップクラスの数値を叩き出すことができた。メタルコートの剥がれ方を確認すると、尖った部分でしっかりと当たっていることがわかる。側面から見たブレード形状は、アッパー場でもスマッシュ場でもなく、相手を水平に弾き飛ばす形状になっており、相手の高さにばらつきがあっても、ブレード幅の範囲内であれば、一定のパフォーマンスを発揮できるだろう。メタル製のロックチップによる性能の影響については、弾き性能自体はほぼ変わらない結果となったが、自分が弾かれた割合が通常のロックチップの場合は 78.7% に対し、メタル製のロックチップの場合は 75% ということで、若干ではあるが弾かれづらいことが判明した。正直、ボルトの弾き性能が高すぎて、明確な差が出づらかった可能性もあるため、弾きが少ないブラストウィールでも継続して検証していく予定だ。持久力に関しては、攻撃力がトップクラスのブレードたちよりは高かったが、通常のロックチップと比べると、メタル製のロックチップは持久面では明らかに悪影響だということが判明した。遠心力は外重心が重要だが、メタル製のロックチップによって中心に重心が寄ってしまうことや、高重心になって倒れやすくなってしまうこと、4g という大幅な重量アップでスタジアムとの摩擦抵抗が上がってしまうことなどが考えられる。次にシルバーウルフヘキサに対する性能については、エアロペガサスを超える攻撃力ということで、シルバーウルフ相手でもしっかりと高い攻撃力を発揮することができた。しかし持久力については低い部類で、持久力が同等のフェニックスウィングは圧倒的な弾き性能でシルバーウルフの体力を削り、スピン勝ちもできていたが、ボルトの弾き性能と持久力ではシルバーウルフのリバースなど例外的な要因が絡まないとスピン勝ちは難しく、ブラストやスコーピオスピアなど高重心かつ高重量ブレードによる相手の体力を削るという能力もあまり期待できないようだ。しかしアタックピットの場合はノックバック率に大きく差が出て、通常のロックチップは 68.7% だったが、ワルキューレの場合は 52.8% まで抑えることができた。持久力についてはローラッシュカスタムでもやはりワルキューレの方が低い結果となったが、アタックビットの場合はボールビットよりも影響が少なかったため、この程度であれば弾かれづらくなるというメリットの方が大きいかもしれない。次回は話題のブラスウィールの耐久性能を検証する予定だ。ぜひチャンネル登録して楽しみに待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。